こんにちは、ジパング55のタカです。今私は熊本県の大観峰に来ています。絶景が見渡せて素晴らしいですね。今回は黒川温泉近くにある高級宿竹笛に宿泊したいと思います。人生で一度は訪れたい宿として多くの芸能人もお忍びで訪れているそうです。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。竹笛は熊本空港から車で1時間15分ほどの距離にあります。熊本空港や熊本駅からは黒川温泉までバスが出ており、そこからは無料送迎があるそうです。バスは1時間50分かかるので少し時間がかかってしまいますね。こちらが竹笛です。今回は2月に訪れたのでまだ雪が残っていました。この時期車で訪れる場合は山中にあるお宿なのでスタッドレスの車にした方がいいですね。宿の前までは雪かきされていましたが、奥はもう雪道でした。チェックイン時間は3時30分なのですが、少し早めに着いてしまいました。入り口には和傘も置いてあり、雰囲気がありますね。雪景色がまた綺麗です。それでは帳場に入りたいと思います。帳場は古民家のようになっており、どこか懐かしさを感じます。帳場自体はそんなに広くなかったですね。貸切温泉の鍵などはこちらで借ります。宿泊日の日付が入った支配人のコメントも飾ってありました。中には賞状なども飾ってありました。焼酎が3種類あり、自由に飲めるとのことです。どれも飲みやすく、美味しかったです。レンタル浴衣もあり、好きながらの浴衣を借りることができます。雑誌なども置いてありました。竹笛の羽織を着たくまモンのぬいぐるみもあり、可愛らしいですね。休憩するスペースがあったので、こちらで待つことも可能なようです。座布団は見たことがないくらい分厚かったです。待っていたら温かいお茶をいただきました。気遣いが嬉しいですね。人の出入りが気にならない食事処で待たせてもらうことになりました。少し歩き、食事処まで移動しました。大人数で宿泊する際に食事などで利用する場所のようです。中は広々しており、ここにもくまモンがいました。外は寒いですが、部屋の中は暖房やこたつがあり、暖かくなっていました。中にはタブレットもあり、好きな音楽を流せるようになっていました。部屋の用意ができるまで、こちらで待たせていただきます。事前に夕飯のお米やお肉、デザートの種類を選びます。デザートは一品料理かデザートビュッフェを選べました。私はイチゴを使ったデザート、妻はデザートビュッフェを選びました。驚いたのが、忘れ物があった場合の連絡方法まで確認していただけました。男性、女性ものかでも連絡方法を分けることができます。貸切風呂は事前予約制なので、予約時間を確認していただきました。事前予約が可能なので、宿泊日が決まったら、早めに予約した方がいいと思います。しばらくすると、ウェルカムドリンクとお菓子を提供いただきました。きな粉のおはぎ、漬物、黒豆を使ったきなこ菓子、お茶をいただきました。寒かったので、温かいお茶は嬉しいですね。お菓子はどれも美味しく、お茶とよく合いました。特に黒豆のお菓子が美味しく、どんどん食べれてしまいました。甘いお菓子としょっぱい漬物が一緒に出てくるのも嬉しいですよね。それでは館内を見て回りながら、お部屋に向かいたいと思います。先ほど案内されたお部屋の前には、中庭がありました。夜にはライトアップと生演奏があるそうです。川にはたくさんの鯉が泳いでいました。立派な鯉ですね。他にも竹林に囲まれた庭園がありました。昼はカフェ、夜はバーもやっているようです。
中にはカモがたくさんいました。ここに住んでいるカモたちだそうです。夕飯にバーベキューを選択すると、ここで食べることもできるそうです。館内はどこを見ても絵になるような素敵な場所が多かったです。橋や水車などもありました。フォトスポットとしても楽しめそうな場所ですね。冷えたラムネも置いてあり、自由に飲むことができます。館内の至るところに設置されていました。帳場の前にはアイスもあり、こちらも好きなだけ食べることができます。味も変わったものから定番までいろいろありました。至るところに和傘が置いてあるので、外を歩く際も便利です。館内は基本屋根付き廊下なので、天気が悪くても使う機会は多くないと思います。それではお部屋を紹介していきます。今回はアマトという露天風呂付きのお部屋に宿泊します。玄関には下駄と靴の2種類があり、歩きやすい方を選べるのが嬉しいですね。部屋の畳の下にライトがあり、幻想的な演出です。もう最初からすごいですね。玄関から入ると一番近くにトイレがあります。トイレ内に水が流れていました。リアル音姫機能があるなんてすごいですね。もちろんトイレ自体にも音姫機能がついていました。その隣には綺麗な木目基調の洗面台もあります。このバスタオルもふかふかなんですが、温かいタオルが使えるようにタオルウォーマーもありました。寒い冬は特に嬉しいですね。バスタオルやバスローブも準備されていました。ドライヤーはダイソンが用意されていたんですが、こんなノズルタイプ初めて見ました。使ってみたら風圧も強く、使いやすかったです。鈴のコップが用意されていますね。スピーカーもあり、Bluetooth で自由に音楽も流せるようになっていました。ハンドソープはイソップが用意されています。化粧水や乳液など保湿用品も入っていました。箱に整って入ってるのもいいですよね。他にもアメニティで櫛、歯ブラシ、ひげ剃り、シェービングクリーム、ボディタオルなどが置いてありました。男性と女性で若干違うようですね。足拭きマットもかなりふかふかでした。こちらが内風呂です。ヒノキ風呂のいい香りがしますね。柚子も用意されており、柚子湯に入れるようになっていました。シャワーは凍結しないように流しっぱなしにする必要があるみたいです。内風呂からそのまま露天風呂に抜けられるようになっています。露天風呂はかなり広いです。個人の部屋にこんな広い露天風呂があるなんてすごすぎます。こちらにも柚子が用意されていました。柚子もふんだんにありますね。そして飲み物も用意されていて、自由に飲むことができます。お部屋のベッドは大きく、ふかふかでゆっくり休めそうです。ベッドの脇には、移動用テレビやイオン発生器がありました。クローゼットには、部屋で着れる部屋着などがありますね。消臭スプレーもあるのが嬉しいです。暖かそうな上着が2種類ありました。浴衣以外に寝やすいパジャマがあるのも助かります。部屋用のスリッパなどもありました。浴衣の着方サッシもあります。寝室にも手洗い場があり、部屋から出ずに手を洗えるのは嬉しいですね。ベッドルームの隣には居間があり、掘りごたつになっています。夕飯や朝食はここでいただきます。寝室と分かれているので、中井さんが部屋に入ってきても安心ですね。掘りごたつは暖かくなっており、裸足で歩いても冷えないようになっていました。部屋には大きなテレビもあります。見ないときには、襖で隠すこともできるみたいです。ケトル、ソーダストリームまでありました。部屋にソーダストリームがある宿は初めてです。お菓子も4種類ほどあり、クッキーや先ほど食べた黒豆のお菓子、ポップコーン、トリュフのポテトチップスがありました。
DVD の貸し出しも行っているようで、かなりの数が置いてありました。ただテレビでネットフリックスなどにアクセスできるので、有料アカウントをお持ちの方は、利用機会は少ないかもしれません。小物入れのような場所には、紙と竹でできた鉛筆が入っています。他にも湯飲みが2種類ほどありました。設置されていたタブレットでは、館内の説明などを見ることができます。担当いただく中井さんの紹介まで掲載されていたので、びっくりですね。各部屋の紹介も見れるので、他にどういったお部屋があるのか確認することもできました。ここでも音楽を流せるようになっていました。戸棚にはネスレのコーヒーメーカーなどがあります。驚いたのが、ネスレのコーヒーカプセルがものすごい種類ありました。全部で18種類くらいあるんですかね。こんな量を部屋に置いている旅館は初めて見ました。コーヒー豆もあり、石臼でひくこともできるそうです。そしてさらにすごいのは、冷蔵庫の中にたくさんのドリンクが入っています。これ全部飲むことができるんです。贅沢ですよね。熊本名産のジュースやビール、クラフトコーラまであり、とても一泊では飲みきれなさそうです。お水も竹林水という無添加のミネラルウォーターでした。水から高級感がありますね。冷凍庫もあるので、先ほどのアイスを持ってきて、ここに保管してもいいそうです。冷蔵庫にはチョコレートも入っていました。可愛らしい箱の中には、錫のグラスやコーヒー用の砂糖がありました。ワインオープナーもすごい重厚感のあるものでした。テラスには、外でくつろげる椅子とテーブルもあります。外に出ると先ほどの露天風呂が横にあります。暖かい日であれば、湯上がりに外でゆっくりするのもいいかもしれませんね。無料の貸し出し水着もあるので、家族や友人とも一緒に温泉を楽しむことができます。ボトルキープサービスもあるようですが、この高級旅館でボトルキープする人はかなりのお金持ちですね。私は今回こちらのお部屋に一泊します。豪華すぎて1日じゃもったいないですね。お値段が1名9万6千円です。なので1泊2名19万2千円と、かなり高級お宿です。時期によって多少前後しますが、安くても1名8万6千円だそうです。こちらのお部屋は宿全体から見ると、2番目にお安いお部屋になるようですね。一番リーズナブルな、夕月夜でも十分だと思いますが、さらに高いお部屋だと、専用貸し切り風呂に入れたり、洞窟風呂がついているそうです。いつか宿泊してみたいですね。館内は12室しかないので、喧騒を離れてゆっくりすることができます。2つの貸し切り風呂もあり、時間予約制で45分間利用することができます。竹林の湯と洞窟露天風呂があるので、早めの予約をおすすめします。それでは早速、洞窟露天風呂に向かいたいと思います。予約時間に帳場を訪れると、スタッフの方が案内してくれます。竹林の小道を通り、お風呂場に向かいます。とても綺麗な竹林ですね。洞窟露天風呂は脱衣所が外になっているので、冬はかなり寒かったです。タオルウォーマーや冷蔵庫にお茶や牛乳などがたくさん入っていました。洗い場もありますが、部屋で軽く洗ってからここに来た方がいいかもしれませんね。こちらが洞窟露天風呂です。本当に岩をくり抜いたような場所にあり、広さもこじんまりしていました。温泉はかなり暖かく、入ってしまえば寒さは感じませんでした。体の芯から温まることができました。お風呂を出た後は、竹林が見える足湯エリアで過ごしました。雪で利用者は少なかったですが、焚き火もあり、ゆっくり過ごすことができます。竹林を見ながら足湯に浸かれるのは贅沢ですね。
お湯は温かく、外は寒くてもゆっくり過ごすことができます。部屋から持ってきたドリンクやアイスを食べて過ごしました。アイスやドリンクはたくさんあるので、どんなに食べてもいいのが嬉しいですね。熊本観光スポットでご紹介しましたが、冬の間は黒川温泉でライトアップを行っています。竹笛から近いので、少し足を伸ばしてみるのもいいかもしれません。部屋に戻ると、外の机や竹林がライトアップされていました。とても幻想的な雰囲気ですね。露天風呂もとてもいい雰囲気になっていました。それでは夕飯を食べていきたいと思います。食事開始の20分ほど前から準備が始まりました。夕飯は懐石料理で、食事の量が多いことでも有名です。食べきれるか心配ですが、頑張って食べたいと思います。ドリンクメニューは竹の巻物のようになっていました。ソフトドリンクも地元の名産品を使ったジュースがあり、どれも美味しそうですね。ビール、日本酒、焼酎、ウイスキーも種類が多かったです。先付けのタラバガニとセリのイクラあえ、前菜でタケノコの揚げ蒸し、和牛角煮などをはじめ、美味しそうな料理ばかりです。飲み物は、熊の焼酎水割りを注文しました。お味はどれも美味しく、一品一品がちょうど良い量でした。料理を持ってきていただくタイミング以外は、中井さんはいないので、プライベートな空間での食事を楽しめます。大分県で採れた新鮮なお魚も3段で提供されました。最後はウニもありますね。伊勢エビもあり、身がプリプリで美味しそうです。他にはアワビも提供され、目の前の炭火でじっくり焼いていきます。最後はバターや甘タレで味付けします。身が詰まっており、タレをつけるととても美味しかったですね。わさびも自身で生わさびをおろしていただきます。一緒に土瓶蒸しも提供されました。中の具材の出汁が効いていて、とても美味しかったです。お刺身も肉厚で、かなり美味しかったです。熊本名物の馬刺しも提供されました。2種類あり、薬味をつけて食べます。脂が乗っていて、とても美味しかったですね。メインは肥後は大牛のステーキです。お肉の焼き加減も調整できました。和王は熊本の牛肉ブランドだそうです。脂がしつこくなく、さっぱりしており、とても美味しかったです。続いては、カニ白湯鍋です。これもカニの風味が効いていて、とても美味しかったですね。赤牛のそぼろを使ったご飯です。土鍋で炊いた炊きたてご飯に、温泉卵、そぼろ、薬味を乗せていただきます。これもまたかなり美味しかったですね。締めのご飯としては最高でした。そして最後は、お待ちかねのデザートです。私は熊本県産のいちご、日のしずくを使ったデザートを注文しました。こちらはデザートビュッフェです。好きなものを好きなだけ取ることができます。私は別のデザートを頼んだのに、選んでいいということなので、選ばせてもらいました。デザートがかなり充実していますね。一緒に引き立てのドリップコーヒーも提供していただきました。竹笛にはパティシエが常駐しているので、かなり美味しいデザートがいただけます。スイーツビュッフェは思っていた以上に、いろんな種類が用意されており、どれにしようか悩んでしまいました。全部食べられる方もいらっしゃるそうです。一人がスイーツビュッフェを頼んで、シェアしてもいいかもしれませんね。一品一品のデザートもかなり美味しく、こちらも捨てがたいです。いちごはかなり甘く、デザートとよく合っていました。熊本名産のデコポンパフェもあったので、そちらを注文してもよかったですね。スイーツビュッフェにデコポンがあり、食べてみたらものすごく美味しかったので、パフェにしたらどんなものなのか気になりました。
最後に明日のお天気が書かれた紙も持ってきてくれたので、心遣いが素晴らしいですね。今回は誕生日に利用したので、ケーキも提供してくれました。お腹いっぱいだったので、食べれるか心配でしたが、生地がふわふわで、ペロッと食べれてしまいました。最高の夕食でしたね。それでは演奏会をやっているようなので、聞きに行きたいと思います。中庭で毎日2時間ほど演奏会を実施しています。日によって奏者が変わりますが、今日は笛奏者の方でした。幻想的な風景に曲がよく合っていました。リクエストすると何でも演奏してくれました。聴いているのが私たちだけだったので、私たちの好きなジブリやディズニー、J-POP などを演奏してもらいました。それでは、夜の竹笛を楽しみながら、予約した竹林の湯に向かいたいと思います。夜の竹笛はライトアップされており、昼間とは違った幻想的な雰囲気を楽しめます。雪景色がまた素敵ですね。先ほどの洞窟露天風呂に向かう小道から見える竹林も素敵でした。竹林の湯は使用中の札を母屋で借り、入り口にかけて利用します。眺めがいい位置にあるため、階段を登っていきます。洞窟露天風呂と違って、脱衣所が室内なので、ゆっくり準備ができました。冷蔵庫には、牛乳の他に日本酒やビールもありました。洗面台もあり、お風呂の後のスキンケアもできそうです。雰囲気が出る編み傘もありました。タオルもタオルウォーマーで温められていたので、お風呂上がりも嬉しいですね。洗い場は外にあるので、寒い時期は部屋で軽く流してから来た方がいいかもしれません。こちらが竹林の湯です。なんとも幻想的な雰囲気ですね。竹林のライトアップがとても綺麗に映し出されています。竹林を見ながらお酒を浮かべて飲むのは最高のひとときです。竹林の湯はライトアップされている夜に予約するのがおすすめです。こんな広い露天風呂で日本酒やビールを温泉に浸かりながら飲めるなんて贅沢な時間ですね。竹林の湯の奥には奥の湯があります。こちらはこじんまりしていますが、落ち着く雰囲気になっていますね。この竹笛は四季折々全天候を楽しめます。天気が悪い日でも温泉を楽しめるようになっているので、かなりおすすめですね。それでは部屋の露天風呂に入りたいと思います。部屋の露天風呂に移動してきました。こちらも雰囲気があり、とてもいいですね。湯量や湯加減も時間はかかりますが、自身で調整できます。露天風呂は源泉かけ流しで、黒川温泉の湯をたっぷり楽しむことができます。柚子の香りが漂っていて、とても気持ちがいいです。温泉に存分に浸かれるので、とてもいい時間を過ごすことができました。それでは今日は部屋でゆっくりし、休みたいと思います。おはようございます。朝起きてすぐに露天風呂に入れるのは最高ですね。気持ちのいい朝の時間を過ごすことができました。部屋のジュースを飲みながら朝食の時間まで待ちたいと思います。朝食は漬物や山菜が中心の和食で、ご飯が進みそうな内容でした。
サラダ、カニを使ったお味噌汁もありました。焼き魚は鮭かサバを選ぶことができます。サバも脂が乗っており、とても美味しそうです。肉じゃがや豆乳を使った汁物もありました。土鍋ご飯で炊いたお米もツヤがあり、かなり美味しそうです。朝食のおかずはどれも美味しく、どんどんご飯が進んでしまいますね。朝食は和食と洋食で選べ、洋食はフレンチトーストなどがあるようです。和食は椎茸を炭火で焼きます。香ばしい、いい香りがしますね。焼く際に少し塩をまぶして焼きます。熱々の椎茸を甘めの醤油につけていただきます。椎茸がお醤油とよく合って、かなり美味しかったです。朝から美味しいご飯をいただけるのは嬉しいですね。昨日あれだけ食べたのに、朝にはお腹が空いているので、不思議ですよね。食事が終われば、ボタンを押して中井さんを呼び、下げていただきます。食後に石臼を使ってコーヒーをすりました。本来そばの実をする石臼なので、ひいた豆は若干粗めでした。最後に、先ほどひいた豆で入れたコーヒーとアイスを食べたいと思います。昨日から3種類ぐらいアイスを食べていますが、どの味も美味しく、ペロッと食べれてしまいますね。コーヒーの種類も多いので、アイスと一緒に楽しめそうです。チェックアウト時間は11時です。1時間ごとに1万円払えば、チェックアウト時間を最大13時まで延長できるようです。それではチェックアウト時間までゆっくりしたいと思います。今回は記念日プランで予約していたので、最後に写真入りのスパークリングワイン、記念写真、カレンダー、バームクーヘンをいただきました。このバームクーヘンがとても美味しく、温めて食べたら絶品でした。美味しさが全然違うので、必ず温めてから食べてみてください。それでは今回の竹笛、いかがだったでしょうか。贅沢の限りを尽くした宿でしたね。食事も美味しく、温泉でゆっくりできました。記念日など、何か特別のタイミングで宿泊を検討してみてはいかがでしょうか。次回の動画では熊本市内にある星野リゾートの一つ、モモ5熊本をご紹介します。よかったらそちらの動画も確認してみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。